こんにちは、バイオリン乙姫です。今日は威厳の時のボーイング、回転奏法についてお話ししたいと思います。回転奏法というのは、右手の手首や肘の回転で威厳をスムーズに弾く奏法です。例えば、アー線と E 線、繰り返し行ったり来たりするような時にですね、弾くボーイングです。回転奏法の説明をする前に、まずこの肘の角度、弓の角度についてお話ししたいと思います。こちらに自分から見たコマの絵を描いてみました。E 線、A 線、D 線、G 線。ちょっとドイツと英語の言い方が混じっておりますけれども、E 線、A 線、D 線、G 線でもいいですね。G 線、G 線。4つの弦がバイオリンにはあります。そしてまず E 線の角度を1番、A 線の角度2番、D 線の角度3番、G 線の角度4番、4つの角度、これを基本にして上に567と書いてありますけれども、これは G 線と D 線の間の角度です。5番 G 線と D 線の間の角度、この角度ですね。そして D 線と A 線の間の角度が6番になります。A 線と E 線の間の角度、これが7番の角度。バイオリンを弾く上で大切なこの7つの弓の角度、肘の角度をまず覚えていただきたいと思います。最初に弾いた2弦の繰り返されるボーイングの場合はちょっと逆になりますけれども、7番の角度、この7番の角度に肘と手首、棒ですね、棒の角度、ここの棒とこの肘の角度が一緒であることは大事ですよ。そして A 線と D 線の2弦の場合はこの6番の角度、この角度で弦を行ったり来たり肘と手首を回転させて滑らかに最小限度の運動量でスムーズに威厳をさせるということがポイントになります。5番の角度、G 線と D 線ですね。この5番の角度にこの2弦を行ったり来たりする場合は回転させて滑らかに弾きます。では3本であったらどうするか。3本ですね。3本行ったり来たり、D 線と A 線と E 線を行ったり来たりするような場合、これは真ん中の
アー線の部分に肘を合わせます。この木のところ、棒を合わせていきます。そして回転させて滑らかに弾きます。次に G と D と A の3本の弦ですね。この3本の弦ですと真ん中の D 線のところに肘の角度、弓の角度を持ってきて回転させて弾きます。4本の弦の場合はどうするかというと、真ん中と言いますと D と A のこの6番の角度ですね。6番の角度に肘と弓を持ってきて回転させます。こうしてバイオリンのボーイングの弓の角度、肘の角度は全部で7種類となりますので、覚えていただきたいと思います。今日は威厳の時の奏法、回転奏法のお話をしました。ぜひこの7つの弓の角度を覚えて滑らかに威厳の奏法を習得して弾いていただきたいと思います。ありがとうございました。バイオリン乙姫でした。